あなたが個人情報を入力したそのサイトは本当に信頼していいサイトですか？ 2015 年カナダオンタリオ州トロント、この町に本社を構えるアビッドライフメディア社は世界50カ国以上であるサービスを展開していました。人生は一度だけ、不倫しましょう。そのキャッチコピーで売り出されていたのは不倫専用のマッチングサービス、アシュレイ・マディソン。公式サイトのトップ画面に並ぶのはセキュリティ認証アイコンに通信暗号化を示す鍵アイコン。匿名でバレずに不倫ができる安心感を売りに約3700万人の会員を集めていたサービスでした。そう、ユーザーたちは想像もしていなかったのです。この後自分たちが家庭も仕事も失い実質にまで追い詰められるとは。3700万人ものユーザーを集めていた不倫専用のマッチングサービス。秘密厳守を謳っていたそのサイトが抱えていた闇とは。サイトが掲げていた安心感は見せかけだけの飾りだったんです。おぞすけんちゃんです。やみやみこんです。というわけで、ヤミゴさん、自分より強いやつに喧嘩に勝つ方法。誰のなんかさ、こんな YouTuber がいるの？その言い方。何？察しがいいっすね。誰？ヤミゴさん、喧嘩独学って知りません？はい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 。私ね、Netflix でドラマが公開されてるのは見たけど、漫画でちょっとだけ読んだ。どういう漫画かっていうと、めっちゃいじめられてる主人公がある格闘家のチャンネルを見て、喧嘩を独学して、で、それで自分より強い相手をボコボコにして、それを YouTube でアップするんですよ。はいはい。で、あっという間に100万人いくみたいなさ、そういうやつなんですけど。現実じゃ無理よね、それね。現実にはないけど、素人の喧嘩とかを、っていう構造で言うと、ちょっと朝倉未来さんとかさ、そうねそうね。ちょっとジャンルは近いのかな。はいはいはい。なんか喧嘩売られて格闘家どう反応するのかみたいなね。そうそう、もあるし、それがね、めっちゃ面白くて。やっぱりさ、喧嘩とかってさ、大人になってしないじゃん。主人公がどんどん強くなっていくんですよ。その格闘家とかとも戦ったりとかね、そういう成長みたいなのがすごい面白いんで、ぜひね、皆さん、喧嘩独学見て、現実以外喧嘩しないでいただきたいんですけど、喧嘩独学非常におすすめなんで、ぜひね、皆さんも見ていただければと思います。今回世界の闇ということで、カナダで展開されていたあるマッチングサービスの闇っていうところをご紹介できればと思います。これね、実はね、不倫専用のマッチングサービスで、当時ね、3700万人もの利用者がいたと言われてるんです。それは不倫したい人同士が繋がってるってことよね。それに3700万人も登録してたのすごいわね。サイトの利用は絶対にバレないとね、誰もが信用しきっていたんです。しかし、ある事件をきっかけに、その信用というのは裏切られてしまうんです。突然の警告。2015年7月12日、カナダオンタリオ州トロント早朝、複数のマッチングサービスを運営するアビッドライフメディア社のオフィスにはロックバンドの楽曲が大音量で流されていました。従業員が電源をつけると同時に社内の全てのパソコンから流れ出したその音楽。パソコンの画面上には次のようなメッセージが表示されています。全システムを支配下に置いたアシュレイ・マディソンのサイトを閉鎖しなければ顧客情報を流出させる。その声明はインパクトチームと名乗るハッカー集団からのもの。彼らがサイトの閉鎖を求めていたのはアシュレイ・マディソンというマッチングサービスが不倫を助長するビジネスモデルとされていたためでした。アシュレイ・マディソンは不倫専門のマッチングサービス。人生は一度だけ、不倫しましょうというキャッチコピーで世界50カ国以上へ展開され、約3700万人ものユーザーを集めていました。2013年には日本にも上陸し、そこでも100万人規模の会員を抱えていたといいます。そこまで大々的に不倫を推奨するサイトと聞くと驚かされますが、当時の CEO ノエル・バイダーマンからすれば、そもそも不倫は悪いことではないという認識。彼は自らを不倫の王と呼び、不倫を結婚生活を救うものとして語っていました。結婚生活で満たされない部分を外で補えば家庭を壊さずに済む。そんな理屈から作られたサイトだったのです。サイトの仕組みとしては、女性会員は基本無料で、男性会員はメッセージの送信や閲覧ごとに課金が必要となるクレジット制。そしてユーザーを引きつけていた最大の特徴はサイトの秘匿性です。公式サイトにはトラステッドセキュリティアワードと記されたセキュリティ認証アイコンや通信の暗号化を示す鍵アイコンが並んでいました。登録時には本名も住所も電話番号も不要。完全に匿名で利用することが推奨され、クレジットカードの明細にもサイト名が表示されないサービスが提供されていました。このような絶対に特定されない仕組みの中で、ユーザーたちは性的指向や場合によってはヌード写真などかなりセンシティブなプロフィールを載せていたのです。そもそもさ、会員は住所とかさ、本名とか公開してないわけでしょ、だとしたらさ、個人情報を晒すぞっていうのは脅しになってなくない？普通そう思うじゃないですか。ただね、個人情報は何も教えてないっていうのは表向きだけの話だったんです。
完全な秘匿性を売りにしていたサービスに対し、閉鎖しなければ顧客情報を流出させるという脅迫文を送ってきたハッカーチーム。ユーザーが本名や住所、電話番号を登録していないのであれば、その脅しは通用しないようにも感じますが、そうではありません。なぜならユーザーたちはサイト上での支払いにクレジットカードを使用しているから。ハッキングされたデータベースにはクレジットカードの決済記録も含まれています。そこには本名や請求先住所などの情報が確かに載せられていたのです。こうして3700万人の会員すべての本名や住所、性的指向、ヌード写真、メッセージ履歴などがすべてハッカーチームの手中に。他にも社内の財務記録や全従業員のメール、ソフトウェアの開発情報までが筒抜けになっていました。さらにハッカーチームがサイトの閉鎖を要求したのは、アシュレイ・マディソンが不倫を助長するサービスだったことだけが理由ではありません。それはアビッドライフメディア社がユーザーに対するとんでもない裏切り行為に及んでいたためでもあるのです。不倫を推奨するサービスって時点で際どいんだけど、なんか他に悪いこと隠してんの？これね、本当だとしたら不倫を助長してるどころか、詐欺ですよ。消せない痕跡。ハッカーチームがアシュレイ・マディソンの永久閉鎖を求めたもう一つの理由、それは同サイトが有料サービスとして用意していたフルデリートという機能に関するものでした。この機能は$19、つまり約1900円を支払えば、アカウント情報やメッセージ履歴をサーバー上から完全に削除できるというもの。この機能は一度遊んでみたもののやっぱり怖くなった、関係が終わったので証拠を消したいなどと考えるユーザーのセーフティーネットとなっていました。不倫の証拠など普通は消したいと考えるもの。アビッドライフメディア社はこのサービスだけで年間約2億7000万円もの収益を上げていたといいます。そしてハッカーチームの告発によると、フルデリートを使用したユーザーの情報はただ表向きに見えなくなるだけだというのです。ハッカーチームによれば、フルデリートを使用してもサーバー上に個人情報は残ったままだといいます。つまり完全に消去されると言ってお金を要求しておきながら、実際は画面上で見えなくするだけで、運営側は変わらず個人情報を持ち続けているということ。ハッカーチームはこのことについてユーザーに対する詐欺だと強く非難したのです。これはやばいじゃない。だってお金をさ、支払わされてたのに、そういったデータを消去するようなサービスってなかったってことよね。そういうことになるんです。そして多くの人が存在しないサービスを信用した背景には、制度信頼という言葉で説明がつくんです。というわけで本日のメトラキーワード、制度信頼について。制度信頼とは、公的・社会的な仕組みが公正かつ適切に機能していると無意識に信頼してしまう心理のこと。政府や司法に対して使われる場面が多い言葉ですが、一般的な企業にも当てはまります。私たちは普段から銀行、通販、サブスクなどどのように動いているのか、外からは見えない仕組みを信じて暮らしています。そのため企業運営、利用規約、クレジットカード決済、有料サービスといった制度の形が整っているものに対しては無意識に信頼が生まれやすいのです。表向きには$19支払えば個人情報を完全に削除できると説明されている。これはユーザーにとって世界50カ国以上でサービス展開し、3700万人の会員を抱えている大企業との間に料金を伴った正式な手続きをしているという認識になります。しかし実際には料金を支払っても個人情報が削除されていなかった。この事実は人がいかに制度という形式になっているだけで物事を信頼してしまうかを物語っているのです。このほか、ハッカーチームはアビッドライフメディア社の社内サーバーのパスワードが1234のような極めて脆弱なものとなっていたことも突き止めました。サイト上に掲載されているトラステッドセキュリティアワードと記されたセキュリティ認証も実在しないもの。完全な秘匿性を売りにしながら、このようないつどこから情報が漏洩してもおかしくない状態でサイトが運営されていたのです。ハッカーチームは30日以内にサイトを閉鎖しなければ全ての顧客情報を公開すると警告。しかし当時の経営陣は事態をあまり深刻には捉えておらず、ハッカーチームを特定し逮捕すれば問題は解決すると考えていました。同社は犯罪者による攻撃があったと彼らを非難する声明を発表しただけで、サイトは閉鎖することなく変わらず運営を続けたのです。この後ハッカーチームは予告通り多くの顧客情報をネット上に流出させ、事態は多くのユーザーを絶望させる結果へと発展するんです。破滅へ向かう人々。
アビッドライフメディア社はハッカーチームの脅迫に応じず、その後もサイトの運営を続けていました。すると彼らは予告通り、1週間後の2015年7月19日に一部のデータを公開。その後も同社の態度が変わらなかったため、1ヶ月後の2015年8月18日には膨大な顧客情報がネット上に流出したのです。流出したのは3200万人分以上のユーザーの本名やメールアドレス、住所、電話番号、性的指向、プロフィール画像など、その他社内の機密文書やサーバー構成図、開発情報までもがさらされることに。これらの情報は当初は専用のブラウザを使用しないとアクセスできないダークウェブ上で公開されましたが、すぐにコピーサイトが乱立。この状況から一つの大きな流行が発生するのです。アシュレイ・マディソンのデータ流出から間もなく、オーストラリアのラジオ番組でとある企画が放送された。では、あなたのご主人の名前がリストに掲載されているか検索をかけてみましょう。そう話すと軽快にキーボードを叩き出した DJ。アシュレイ・マディソンの顧客情報が掲載されたコピーサイトが乱立し、メールアドレスや本名で検索すれば誰が利用したかはすぐに調べられる状態となっていた。そこで番組が用意したのが、生放送中に電話をつないだリスナーの夫がリストに掲載されているかを検索する企画。当然偶然電話をつないだだけのリスナーの夫の名前がヒットするなどとは誰も思っておらず、それは冗談半分の企画だった。しかし次の瞬間、パソコンを操作していた DJ はその場に凍りついた。ご主人の名前がサイトに載っています。スタジオのパソコン画面には確かに相談者から告げられた夫の個人情報が映されていた。冗談でしょ、そんなの嘘よ。相談者の女性はひどく取り乱し、すぐに電話を切ってしまった。スタジオが重い空気に包まれる中、 DJ はこう口にする。まさか本当に名前が見つかるなんて。こんな企画はするべきじゃなかったのかもしれない。アシュレイ・マディソンの顧客データが流出して間もなく、巷では不倫リストの検索が大流行。ラジオ番組の企画はその流行に乗ってのものでしたが、本当に他人の不倫を暴いてしまう結果となり、 DJ はひどく後悔したといいます。またラジオで暴露された人がいたことにとどまらず、ビットコインを払わなければ家族や職場に不倫をばらすなどという脅迫が世界中で発生。リストの中には政府機関や軍関係のメールアドレスが1万件以上含まれていたともされ、そうした組織の社会的信用にも大きな影響を与えたのです。不倫を暴露するリストにさ、名前が載ってるなんてもう格好の脅迫材料よね。そんなものがネットに出回っちゃったら、そりゃ悪いこと考えるやつも出てくるわよ。この流れから多くのユーザーがそれまでの生活を奪われていたんです。ネット上に不倫の事実がさらされ、脅迫が相次いだことにより、離婚や家庭崩壊に発展したり職を失ったりするユーザーが続出。アメリカ・ニューオリンズでは、ある牧師がリストに名前が載っていたことを恥じるあまり実質する事件も起きています。牧師は自身の遺書でアシュレイ・マディソンの利用者リストに名前が載っていたことが理由だと明確に書き記していました。また断定はできないものの、カナダのトロント警察はデータ流出と関係している可能性のある事実がこの他にも2件起こっていると言及。このようにサイトの情報流出によって数千万人の人々の人生が狂わされる騒ぎになったのです。さらにこの騒動の後、サイトの秘匿性以外にもアビッドライフメディア社がもう一つユーザーに対する裏切り行為を行っていたことが発覚します。実在しない快楽。ハッカーチームによる暴露の後から、ギズモードなどのテクノロジー系メディアを中心にアシュレイ・マディソンに対するさらなる調査が進められていきました。その中でアビッドライフメディア社が行っていたさらなる裏切り行為が指摘されます。最初に説明したように、アシュレイ・マディソンのサービスは女性会員は基本無料で、男性会員はメッセージの送信や閲覧ごとに課金が必要となるクレジット制。つまりメッセージを送ってきた女性とやり取りしたいのであれば課金が必要となる仕組みとなっていました。しかし実は3000万人以上の男性会員に対し、やり取りできる女性会員は1500人ほどしかいなかったというのです。これが本当であれば、ほとんどの男性会員はマッチングすらできないことになります。それでも運営が成り立っていたのは、ユーザーの多くが女性会員を装った自動プログラム、要するにロボットを相手にやり取りしていたため、ソースコードの解析などにより、女性を装って短い会話をするロボットがサイト上で7万体以上も稼働していたことが判明しています。アビッドライフメディア社はこの報道を否定していますが、ハッカーが暴露した内容も踏まえると、この件もデマとは言い切れないように感じます。
し、桜がいたにしても7万人がロボットでしたって、それはありえないでしょう。これが本当だったらね、ユーザーは実在しない女性相手にね、お金を払ってメッセージをしてた挙句に、個人情報までさらされたわけですから、本当にもう目も当てられないサービス、そして事件ですよね。騒動の後 CEO のノエル・バイダーマンは流出データは偽物だと主張。しかしその後 CEO 本人のメールや会社の内部事情が明るみに出されたことを理由に辞任。事件の翌年には新 CEO が就任し、現在は社名もサービスのブランドイメージも一新されています。同社はアメリカの利用者に対しては日本円換算で12億から13億の和解金を支払うことに合意。アメリカ連邦取引委員会にも1億7000万円相当の罰金を支払いました。またカナダの利用者からは約700億円の集団訴訟を起こされており、順次支払いを行っている最中。さらに同社はハッカーチームの特定にも約5000万円の懸賞金をかけました。しかしカナダ連邦警察や州警察、トロント警察、FBI が大規模な捜査を展開したにもかかわらず、未だハッカーチームの正体は不明のままとされています。事件後は社内のセキュリティに関しても数百万ドルが投資されたといいます。一連の騒動は多くのユーザーにとっては悲劇となりましたが、皮肉にも同社の知名度は上がり、2023年時点で会員数は7000万人以上に。現在もサービスが形を変えて続いているのです。アシュレイ・マディソンの事件で浮き彫りになった問題は不倫専用のサービスに限った話ではなく、私たちにとっても決して他人事ではありません。公式サイトだから、有料サービスだから、利用者が多いから、セキュリティっぽい表示があるから、そうした手がかりだけで大丈夫だろうと信じてしまう。アシュレイ・マディソンが売っていたのは単に不倫の場だけではなく、秘密は守られるというその安心感でした。当然サービスの裏側全てを確かめることはできません。ただ大切なのは確かめられないものを信じているのだとどこかで自覚しておくことなのかもしれません。あなたが今なんとなく信じて使っているサービスは何を預けている場所でしょうか。おっそっす。皆さんいつもアルゴメトリーを見ていただいてありがとうございます。というわけでね、我々ね、夏にも差し掛かろうというところで、この度ね、ちょっとアルゴメトリーの視聴者さんから、オンラインサロン、秘密結社アルゴメトリー入りたいんだけど、なんかどんな動画があるかね、わからなくてね、お金かかるの不安っていう方もいらっしゃったんで、今回ね、7月末までにね、入会した方限定で、1週間分のね、無料期間を設けさせていただいてね、そこでお試ししていただいて、気に入ったらね、ご継続いただけるっていうね、キャンペーンを用意させていただきました。オンラインサロンもね、もうかなりのね、期間をね、運営してますので、今ね、アルゴメトリーに上がってないね、オンラインサロン限定の動画なんとね、120分を超えました。というわけでね、オンラインサロン限定なんで、ちょっと過激な動画だったりね、YouTube に上げられないようなものばかりなんですけど、そちらもね、興味ある方はね、ぜひこのキャンペーンをね、利用して、秘密結社アルゴメトリーに入会してみていただければと思います。改めてね、7月末まで入会の方限定なので、ちょっとね、迷ってる方とかはね、試しにね、入ってみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで、引き続きね、アルゴメトリー、そして秘密結社アルゴメトリーをよろしくお願いします。あなたには人には言えないような隠れた願望はありますか。2019年10月、アメリカルイジアナ州。いい加減少しは認めたらどうなんだ。何のことだか全くわからない。家族が心配だ。早く帰らせてくれ。それは警察署内の取り調べ室での光景。問い詰められている男は落ち着いた様子で至って真剣な表情で相手を見つめています。しかし捜査官の方はそんな男の嘆願には耳を貸さず、冷たく鋭い目で睨みつけるばかり。その後も数十分にわたって押し問答が続きますが、男はあくまで自分は何も知らないというのみでした。苛立った捜査官がついに声を荒げます。証拠はある。子供たちがカップケーキを食べているこの写真だ。そして当日の朝、このケーキにお前がしていた映像が残っているんだぞ。カップケーキに自らのを混入させた男。男に汚された物体はなぜ子供たちの手に渡ったのか。己の性的願望を我慢できないこの男には考えうる限り最悪の共犯者がいたんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。